電子工作ソボルを使うまでの調整とジグ5。いつも動画をご視聴いただきありがとうございます。チェーン変更概要の説明。ドラグチェーンです。最初はこの形にしました。これ以外の方法は電線が足りなくなるからです。今回計画図のように水平巻き込み型にアップデートしてみます。ローラーやモーターが行く手を塞いでいますが試行錯誤してみます。これから改造の流れを説明します。コンセプトとプランニング。 X 軸の側面図です。ローラーの位置を示しています。チェーンの位置をローラーの直上に設定しています。ローラーを巻き込むように 37mm 離れでチェーンをセットします。これは今現在金具を止めているタップ位置です。 X 軸の断面です。こちらが元 Y 軸側です。こちらがヘッド側です。金具はローラーの真上です。Z 軸との位置関係を示しています。 Y 軸側です。モーターがあるのでこの位置までセットバックします。モーターを支持しているビスに金具を固定します。モーター側から 37mm 高く元 Y 軸側を設定します。アングルの形状を変えて支持を作ります。このような形で作業を進めます。改造の流れ。 X 軸側の季節チェーン位置は軸の真上です。改造では軸上にローラーがあるのでその外側にします。このような感じになります。このローラーがあって同じ位置にはできないのでまず L 金具を外します。そのために L 金具を使った迂回金具を作ります。金具は L をつないでこんな形にしました。これでローラーを避けることができます。チェーンに金具を取り付けました。これでローラーを迂回できます。取り付けてみます。高さはローラーのすぐ上、クリア 1mm にします。元 Y 軸側の金具です。こちらは巻き込む分 37mm 高くします。だいたいイメージ通りになってきました。 Y 軸側です。この金具をモーターの支持ビスを利用して取り付けます。Y 軸側のイメージです。モーターがあるのでここまでセットバックです。元側の金具です。外側に出すため L 金具を3つつないでいます。L 金具をつけたところにさらに金具を付け足します。
こちらも X 軸同様 37mm 高くします。こんな感じです。加工開始。 X 軸の配線を外してチェーンを付け替えます。クリップを外すだけなので簡単です。移動する場所に長さを変えたチェーンを取り付けます。シミュレーションしたようにローラーのすぐ上で固定します。元側の金具です。このワッシャーだけで固定できます。大体の形ができました。もう少し軸と平行にする必要があるようです。同様に Y 軸も金具を取り付けていきます。 XH コネクターの施工。チェーンが折り返す分だけケーブルが短くなるので長くします。0.3 スケアのケーブルです。 XH コネクター加工します。 2P のコネクターを使ってレーザーケーブルを作ります。端子です。小さいので方法を間違えるとやり直しです。このような大きさです。端子に角が出ています。これで本体にロックされます。この角穴に引っかかってロックされます。0.3 スケアのところで4ミリほど皮を剥ぎます。ねじって半分に折り返して2ミリほどにします。端子に入るように成形します。皮を剥ぐときは素線を切断して厳選しないように注意します。細かい作業です。端子は被覆のクリップ、電線の圧着、コンタクト部分で構成されています。角を潰さないようにペンチで挟んで新線を圧着します。ケーブルをクリップする部分を成形してインスのところでか締めます。あとは角を上にして本体に差し込みます。同様の作業を繰り返してケーブルを2本作ります。差し込みが正常だとカツンと音がします。
片側ができました。小さいですが慣れれば簡単です。ケーブル 0.3 スケアの許容電流は3アンペアです。今回は1アンペアを超えませんが慎重に行います。配線完了。配線が終わりました。 X 軸の状況をご覧ください。入れ替えたケーブルです。以前のプロテクターを使って保護しています。長さはこれくらいで固定しなくても良いでしょう。Y 軸側です。モーターの向きはデフォルトに戻しています。ケーブルはプロテクターの途中から出してつないでいます。元側のプロテクターはこのように結束します。配線切り回しの状況です。すべてプロテクターを再利用して覆っています。軸が動いても配線に影響しません。ケーブルはこのように流れています。以前のプロテクターでこれら3箇所を覆っています。X 軸モーター配線です。プロテクターの途中から出していることがわかるでしょうか。動作確認。各方向からの動作テストです。問題なく動作しています。X 軸を横から見ています。Y 軸のチェーン側です。チェーンは 1m の販売ですが 130mm 余りました。レーザー駆動もテストしていますが機会があれば次回以降でご紹介します。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。次回作にどうぞご期待ください。チャンネル登録と通知をオンにお願いします。